Всем привет! ロシア在住日露夫婦ボバと桜子です。今回のテーマはロシアに来る前と今の私、何が変わったのか正直にお話しします。ぜひご覧ください。以前の動画でもお話ししていますが、私はもともとロシアに対していいイメージを全く持っていませんでした。そもそもロシアに興味がなかったので、知っている情報も限られていました。テレビで見る映像、学校で習った歴史の授業、それらは確かに事実の断片だったかもしれません。でもその断片だけでいつの間にか私はロシアはこういう国だ、ロシア人はこういう人だと無意識に決めつけていました。今になって振り返ると、実は自分の身近にもロシア文化があったんだなと気づきます。自宅で母が作ってくれていたボルシチ、近所のパン屋さんで買ったピロシキ、何気なく聴いていたロシア出身の作曲家の音楽、それらは確かに私の日常の一部でした。それでも私が抱いていたロシアのイメージは、閉鎖的で巨大な国に笑わない人々が暮らしている、そんな漠然としたものでした。実際の人々の暮らしやロシア人がどんな考えで毎日を生きているのか、そんなことは想像すらしたことがありませんでした。8 марта будет и подарочки. Да? Привет. Знаешь, что это лекарство делает? Pfizer. А? Pfizer. Да? Очень плохо трогать ледяную собаку, да? Так рада. Так рада, да? Вот эти. Это сложно, да, уже? Это двойной треугольник нам надо сделать. Не, надо это, видишь, это и это. Я думала, и Надо этим стрелок. бери. Матвей, отдай! Матвей! Да, И правильно. сделали сюда. А, вот. Мы снимаем мастер-класс. Тише. Ква, 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 ква. Что она получается? Не, надо, смотри. Когда мы только познакомились, Сакурако задавала мне много вопросов о России. Она расспрашивала мою семью о том, как жили люди в советское время, интересовалась Лениным и Сталиным, а также современной Россией. Иногда мне казалось, что она не поспевает за всем этим и выглядит растерянной. Был период, когда она, судя по всему, испытывала сильную тревогу по поводу жизни в России. И в то же время она с большим интересом изучала информацию о каких-то явлениях, как с японской, так и с российской стороны. Расспрашивала меня и других русских. Не надо мешать. Ты только манго пил, Да. Сейчас еще раз попробуем. но алкогольный коктейль. Ой. Давай, следуй. このチャンネルを始めてから
時折視聴者の皆さんからこんなコメントをいただきます。ロシアが大好きです。ロシアの文化、芸術が好きです。中にはソ連時代にこの地を訪れたことがあるという方もいらっしゃいます。正直なところ、今でこそそういった気持ちも理解できるようになりましたが、実はずっと不思議に思っていました。日本にいながらどうしてロシアを好きになれたんだろう。日本に住んでいてなぜロシアに惹かれるんだろう。というのも、当時の私にとってはロシアに批判的な意見を持つ人やロシア人に距離を感じている人の気持ちの方がはるかに理解しやすかったからです。Это курица, да, обычная, маленький, да, ну, тоロシアに実際に来て、私は少しずつロシアを知るようになりました。暮らしてみると最初は衝撃の毎日でした。人生で初めて日本人に会ったと喜び握手を求めてくる人、日本からはるばる来たならおまけしてあげないとねと言ってくれるお店の人、日本の家には忍者が住んでいるのと聞いてくる子どもたち、そこには私が想像していたロシアとは全く違う素朴で温かい普通の暮らしをする人々がいました。最初は戸惑いました。そしてその戸惑いは時に静かな罪悪感に変わりました。私は何も知らなかった。спасибо большое. И вкусный. А здесь было большой? Нет, вот такие небольшие. Так же, да? Нет, только не пупырчатые, гладенькие огурчики, вот типа вот эти. Вот такие вот были. Небольшие, гладенькие, 150 рублей. Ну, это позавчера, по-моему, уже унесли. Нет. Дорого, вообще. Это да. Я не возьму. Конечно, нет, это не станет.ロシアの大学に通い始め、他の国からの学生とも接するようになりました。ベトナム人、アフガニスタン人、モロッコ人、エジプト人、イラン人。出会った頃、私は無意識にこの国の人はこういう人だろうと想像していました。メディアや噂でなんとなく作られた私の中のイメージで彼らをフィルターにかけていたんです。でも実際に彼らと話し、時に深い話をしているうちに、そのフィルターが音を立てて崩れていくような感覚がありました。ずっと公平な目で社会を見てきたつもりの自分が、無意識に大きな偏見を持って外の世界を見ていた。そんな自分の実態に気づいたとき、衝撃を受けました。お寿司の時は緑茶を一緒に飲みたくなります。いただき物のお茶を日本からロシアに持ってきました。日本の急須はないので、この紅茶のティーポットで入れます。ほうじ茶も緑茶も紅茶も全部ティーポットです。ロシアに住んでよかったと思うこと、それはロシアについて知れたことだけではありません。ロシア人の友達ができたことだけでもありません。一番は自分がこれまで客観的な視点で見ていると思っていたことが、
実は大きな偏見を持って見ていたと気づけたこと、そしてその気づきはロシアに限らずどの国にもどの人に対しても起こりうることだと学べたこと、それが私にとって何よりの収穫でした。리즈 문어 같아. 바톤 니모 테니 자크로이. Что-то не так. Пальтирась? Да? Темакидзуси. Пока жена занята, надо скорее. И рис поесть. Рыбку поесть, рыбку. Я тоже поем. Супер мягкий авокадо. Так. И закрой. Тут большое много парадина. いただきます。いただきます。で、うちいただいてます。いただいてます。Да. Да. Потому что это раз авокадо формата будет. なんちゃって手巻き寿司してます。ちょっと私がきゅうりを太く切りすぎたので食べにくい、巻きにくいです。次はもっと細く切ります。もう一つ、これは海外に住んでいれば誰もが同じ状況になりますが、日本という国を外から見るようになったこと。これまで当たり前だと思っていたことが、ロシアに来て初めてこれはすごく日本的なんだなと気づいたり、やっぱりこの点は日本が最高だなと再発見する瞬間が増えました。生のブロッコリーはなるべく小さく切ります。小さく切って食べやすくします。はい。トマト、ブロッコリー。ブロッコリーはちょっとボソボソしてるので、ブロッコリー入れるときはちょっと事前に少し塩とオリーブオイルでしんなりさせてなじませておくと食べやすくなります。これはドレッシングとは別にですね。オリーブオイル、オリーブオイルを入れます。これはドレッシングとはまた別なので少しだけです。今日はここにさらに、いつもサラダは具だくさんにしているので、はい、今日はここにルッコラは短く切って入れるだけです。もちろん私が知っているロシアはまだほんの一部。これからもロシアでさまざまな経験をすると思います。今こうして私はロシアのリアルを自分の目で見ている。自ら経験して感じたリアルを大切にしながら、固定概念に縛られず、物事にはさまざまな視点や側面があることを忘れずに日々を積み重ねていきたい。そう感じるこの頃です。少しだけ残ってるプルーンがあるので、これを入れます。一番好きなのはイチジク。ドライイチジク入れると美味しいです。プルーンは鉄分補給ができるみたいなので、プルーンとほうれん草とレバー
なのでロシアに行っても私はよく食べるようにしています。はい、じゃあ次はドレッシング。ドレッシングを作ります。私たちの定番ドレッシングはまずニンニクです。一かけがこのサイズ、すごく大きいです。ロシア人はニンニクを生で食べます。日本みたいに乾燥したニンニクも売ってるんですけど、市場とかではこういう生のニンニク買うことができて、こっちの方が新鮮で美味しいって言います。私はこれをすりおろして、ニンニクを生でたくさん食べると風邪をひかないって言われてるんですけど、本当になんかあんまりロシアに来てから風邪をひかない気がする。最初はロシアに来てすぐはもう全然食べられなかったです。辛くて。でももう慣れました。辛くてというよりお腹壊しそうで胃が荒れそうで怖くて食べれなかったんですけど。でここにレモン汁は酢でもいいです。酢でもいいしバルサミコ酢とかでもいいので。でここに蜂蜜、これも同じく蜂蜜でもいいし砂糖でもいいし、これは好みですけど少しでよく混ぜます。そしてここにオイルももう好みのオイル、その時によって。一番多いのはオリーブオイルですけど、そして忘れてた塩コショウはもちろん。塩は下味でブロッコリーに少し使ってるので。これからもロシア暮らしの気づきや日露夫婦の視点をお届けします。もしこんなことを聞いてみたいというテーマがあればぜひ教えてください。別に日本のドレッシングでもないしロシアのドレッシングでもないんですけど、味変がしやすいので、もうこれがうちの基本のドレッシングになってます。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。パカパカ。